こんにちは。アニメ紳士です。今回は早々のフリーレン第28話への視聴者の反応をご紹介します。この動画を見るといろいろな感想や解釈を知ることができて、アニメ視聴の楽しみが増えると思います。動画の前半では放送中や放送直後の反応、後半では放送後の感想や考察をお届けします。ぜひ最後までお楽しみください。丁寧に作られた作品だった。引き込まれたわ。ヒンメルのセリフに泣きそうになってしまった。まあ遅かれ早かれに気ありやろ。実はメガネが一番すごいんじゃね。故郷から出てないって。しかしユルベルは一級って柄じゃないような。メトーデのヤバさが少し分かった。メトーデはゼーリエのことをちっちゃくて可愛いと思っているからな。他と違う。女のロリコンは許される不思議。俺のもちっちゃくて可愛いぜ。すっぱらしかった。前半で泣いてしもた。半年間よかったわ。作画がいいのは当然として演出や劇版も申し分ない。原作がいいのはもちろん、監督が有能だったんだろうな。近年高水準化し続けるテレビアニメの一つの到達点と言っても良いと思う。大畑、最後までよかった。第2期いつやるんや。スタッフさんたちフリーレンをアニメ化してくれてありがとう。幸せな2クールでした。なでなでが多くてよかったわ。しれっと最後にザインいて笑い。傘持ったお姉さんはなんだろね。半年間楽しめた。ありがとう。終わっちった。ロスがすごい。ユーベルの合格シーン、想像通りだったわ。アニオリで少年のビアベルと幼なじみのデートシーン追加で嬉しかった。今後のアニメ化のお手本となる作品だったな。そしてそれを日テレがやってたという皮肉。2作続けて面白いとか監督本物だな。前評判はいろいろ見かけたけどことごとく覆されたわ。勝手ながらメガは配手を広げすぎないで続編作ってほしいわ。終わった。ゼーリエの嫌そうな顔が笑ったわ。ゼーリエもあの顔するんだな。ゼーリエの嫌そうな顔が孫弟子と全く同じでクソ笑った。一級合格者はメトーデ、フェルン、デンケン、ユーベル、ビアベル、メガネくんか。腕利きかやべえ腕利きしかいねえな。服の汚れをきれいさっぱり落とす魔法は超欲しいし、風呂に入らなくてもきれいになる魔法も欲しいわ。フェルンの気持ちわかる。洗濯めんどくせえよな。どこかしんみりするいい最終回だった。出禁を言い渡されたフリーレン様には笑ったけど、いやー最後まできっちり決めたね。すごいわ。素晴らしいアニメ化だった。今回は2期の発表はなかったけど確定してると信じてる。洗濯魔法を披露する時のフェルンが原作より明らかに太くて笑った。2クールやって最終の最終でやっとはっきり成長したフリーレンを描いたな。すごいぴったりのタイミング。ゼーリエのフリーレン不合格の理由はマジで気に入らないからってだけ。本来は9合格。ゼーリエに弟子入りと同義。フェルンが朝例外。フリーレンは大昔の階層で好きな魔法をもらうのをすでに断ってて、ゼーリエの弟子になる気もない。寿命も無限だからいつでも会える。つまり合格させる意味がない。昔にダメだこの子はって言われてたもんね。他もなるほどです。1000年で金は長いな。さすがエルフの時間感覚。1000年で金は1000年経ったらまた顔見せに来いよくらいの気持ちだろうな。あのババアはくっそツンデレだから。メトーデの合格理由が言わなくても伝わってくさ。あの人が一番やべえやつだったんだな。メガネくんとメトーレさんがやべえ男女双璧と言われて久しいからな。しかしメトーレさんは単なる性癖だが、メガネくんはちょっと尋常じゃない。あの魔法を作り上げたという事実だけでも人間の精神から逸脱していると思う。メガネくんの遠隔操作魔法やばすぎないか。VR ゴーグルしてるみたいに分身を動かせるのか。なんと宿屋からテレワークでいいんじゃねと書き込んだことあるけど、さらに言うの展開だった。このメガネのネタばらしこそ当時試験編でもトップクラスの衝撃展開だったからな。そもそも本体が来てなかったっていう。実は本体はずっと自宅にいたメガネの一次試験における水は諦めよう発言が鬼畜すぎる。それな、優雅にティータイム。メガネ、水は諦めなさい。
ユーベルでさえ見破れなかったどんだけ深い仲になったんだよ。ユーベルとメガネくんも結婚したんよ。トン。連載最新話へとつながってきちゃうんだよな。ユーベル相手の時の合格だがめちゃくちゃ不機嫌そうだったな。自分の弟子殺してるし、内心嫌だけど才能あるからいやいや合格にしたのか。結局ユーベルはラントの魔法を得得できなかったのか。レンケンはフリーレンに憧れて魔法使いになった。ディアベルは勇者ヒンメルを尊敬している。こいつら伝説の生き証人であるフリーレンに会えて、内心クソほどテンション上がってたんだろうな。レンケン嫌なやつなんだろうな。ディアベルクソみたいなやつなんだろうな。全然違ったわ、大好きだ。ビアベル、最初出てきた時はすげえ嫌な感じのやつだったのに、どんどん良いやつになってくるわ。レンケンの墓参りに行けるってセリフで泣きそうになるけん。レンケンの家庭事情わかると、ラオフェンとリヒター相手にガチめに疑似家族楽しんでたっぽくて泣けるな。レンケンおじいちゃん、好きやらババ孫増やそうとするよね。アトシタルクが意外に貴族とか上下関係期にするタイプなんだな。グラナト博にタメ口聞いて処刑されかけたと思ってるからね。襲われて相手にしないって展開初めて見たわ。ベルネンは扱い地味だけど、あの短い時間でフリーレンを負傷させたの結構すごいよね。エーレの祖父はレルネンやったか。レルネンはエレのじいさんでしたってカットはないと思ってたら、激ラオガに持ってきたか。レルネンが三次試験やってたら孫娘をぬっころしてたかもしれないのか。頭おかしいあのじいさん。頭おかしいというか、ゼーリエのツンデレを理解しきれなかったんだろう。くだらないと言いながら、一番好きな魔法が花畑なのバレバレのゼーリエ様。部屋の中花畑だらけだし、フリーレンがいるからあの魔法を見せたんだよ。ゼーリエは全てがツンデレ。メトーデさん、レンゲとドーンと同じ馬車に乗ってたな。仲良しになったのか、たまたま帰る方向が同じなだけか。合格した人みんなすぐ旅立っちゃったな。ちょっとやめなよゼリーさん、泣いちゃうよ。レルネンみたいなそばつきになるまでは数十年かかるんだろうな。ゼンゼとかは試験の時だけ呼ばれていそう。大丈夫だよヒンメル。世界はちゃんと変わってる。そう言ってるフリーレンが困ってる人を助けないのな。ディアベルが助けそうなのを見たから得て助けなかった。みんながくだらない人助けもするヒンメルの望んだ世の中になったんだ。ヒンメルの締め方天才すぎるだろ。ヒンメルかっこよすぎ。フリーレンが断るごとに思い出すわけだ。確かに涙で別れたのに、案外またすぐ会ったら恥ずかしいよね。卒業式とか。具体的には一期一会ではないということか。ラストのセリフは視聴者に向けたメタ的なメッセージみたいに思えたな。続編があると期待しても良いんだろうか。いいアニメに出会った楽しい半年だった。次は3年後だろうか。始まる前の力の入れ方だと割と近いと思うけどな。スパイファミリーぐらい近いと予想。いい最終回だった。終わるのつらいよ。また会いたいもんだ。いいアニメだった。2期やってね。終わってしまった。半年があっという間だった。素晴らしい作品に出会えた幸運と、生み出した原作者、アニメスタッフに感謝。アニメフリーレン、めちゃくちゃ良かった。こういう丁寧で原作を保管してくれるアニメ化、大好き。原作をアニメ化するときは、こういうアニメ作品が増えていってほしい。素晴らしいアニメ化でした。スタッフの皆さん、キャストの皆さん、そして最高の原作、ありがとうございました。2期が一刻も早く決まりますように。すべての原作付きアニメがこのくらい原作愛に溢れつつもしっかりとアニメ向けに翻訳されることを願ってやみません。そのくらい良かった。随分あっさり終わるのもまた会った時に恥ずかしいからだと思うと、それすら愛おしい素敵な作品だったな。アニメ版は原作の雰囲気を損なわず、さらに原作の描写をパワーアップして保管するなど、本当に素晴らしいアニメ化でしたので、斉藤圭一郎監督をはじめ、すべてのアニメスタッフに心から大感謝したいと思います。楽しい時間はあっという間。他の作品よりも長く放送していたはずなのに、気がついたらもう最終話。いい物語だったな。来週特別編、総集編みたいなのしてくれるってことですかね。ありがとうございます。
涙の別れなんて僕たちに似合わない。また会った時に恥ずかしいからね。と言ったヒンメルが安らかに言った1話を思い出す。きっとまた会えると思ってるのかもね。天国があると思った本月号が良いに結びつく考え方がやはり好きだと改めて感じました。ゼーリエ、オープニングでラスボスの風格すぎたから絶対悪い人やとか思ってたのに、どんどん可愛いし人間らしくてめっちゃ弟子のこと大事にしてるやん。もう好き。あ、私の楽しみが一つ終わった。ありがとうフリーレンたち。長寿の主人公ならではのゆったりした時間感覚、マッドハウスらしい丁寧な描き込み、たまにハッと目を見張るような戦闘シーンの作画、たまに見せるフリーレンの可愛らしい様子の描写が重なり、とても心地のいい作品だった。合格ラッシュだな。ゼーリエ、ちゃんと前々に謝れるのは偉いけど、魔法を渡す時の声が本当に嫌そうなの笑う。各キャラの深掘りと今後がそれとなく詰め込まれてるのに、雑に見えないのは、やっぱ演出も構成もうまいな。この熱量でミキ、人間の寿命はエルフほど長くないぞ。1話近辺のフリーレンとの対比が強く印象付けられる。エルネンが必殺仕事人みたいで怖い演出だった。戦闘マシマシも満足。あっさりした別れも違和感なく自然で心地よい。全28話満足度高いアニメ作品でした。斉藤監督の下で黄金鏡編含む2期お願いします。大丈夫だよ、ヒンメル。世界はちゃんと変わっている。小さな小さな行為でも、たくさんの積み重ねが変化を生む。長く生きるフリーレンだからこそ感じられる変化。小さな出来事も丁寧に作り込まれ、何度も何度も見返した素敵な物語でした。もう一回見よっと。一級魔法使い試験のエピソードが終わって、まだ2期を作る要素をがっつり残しつつ、綺麗に終わったな。こういう人と人との日常会話こそが面白いと思えるアニメだった。作品の根幹はフリーレンとヒンメル、フェルンとスタルクのラブストーリーかな。最後までヒンメルがかっこいいアニメだった。そしてゼーリエの不器用ぶりに比べるとフリーレンが器用に見えてしまうから面白い。弟子を取ったことでちょっと変わったのではないか。今後1000年で金のフリーレン。これはちょっとへこみ顔なのか。最後まで良い表情を見せてくれて大満足の最終話。フェルンもさすがの弟子っぷりだ。フリーレンの醸し出すゆっくりと静かな物語の雰囲気がすごく心地よかった。また3人に会える日が楽しみ。ゼーリエを目の前にして、三者三様の反応が個性あって良いですよね。ある意味メトーデが一番壊れてるのかもしれない。ユーベルは無言なのに合格だったけど、こいつ切れるかな。何か簡単に切れちゃいそうな気がするんだよね。とか思ってたりしたのかな。笑い。エルネンの不意打ちという意見もあるが、アニメは一連の流れ見る限り、双方臨戦態勢からの打ち合いに見える。これを鑑みるに、フリーレンの障壁3枚を打ち破ったレルネンの実力は凄まじいが、このまま殺し合ってれば、勝負の行方はわからない。お互い隠し玉多いだろうし。別れは出会いの下にある。人間に比べて無限たるフリーレンの唯一の有限、それが人との触れ合いの時間か。積み重ねた旅路の思いがあるゆえの、また会った時に恥ずかしいからねと言える半生、その生き方よ。彼女の集大成な最終は刺さったな。フランメやヒンメルたちが開き、フリーレンやゼレリエが見続けた変わりゆく世界。それは人間の時代に綴られた美しき人間参加の物語だった。そして早々の別れが必然なら、それに至る新たな出会いと再会もまた必要。愛すべき魔法使いたちとの再会が必ずあると信じ、2期を待ちたい。あまりに良すぎて、終わった後ちょっと放心状態だった。エニタイムエニウェアかぶせて流すのはあかんて。また会った時に恥ずかしいからねのセリフに、1話の埋葬シーンのヒンメルが光の中に歩き去っていくカットかぶせる演出もあかん。はっ、涙の別れは似合わない。泣くが。全28話、高水準な作画でやりきったのはすごかったです。お話も淡々とした中に感動的なエピソードが散りばめられてました。ヒンメルとの旅をなぞりつつ思い出すというやり方がこんなにいい話になるとは奇跡のようでした。試験の終焉、
旅は出会いと別れ。一瞬の開口の影にはそれぞれが背負った人生が考えがある。共有した時はわずかでも、歩んできた道が違う者たちが刹那でも交わることの価値や、記憶や思い出、道しるべとして残ることの価値をかみしめる最終話。必ず再び会えると信じて。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介していきます。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アニメ紳士でした。